とは何か？今回は、愛についての哲学を取り上げるよ。永遠のテーマだね。以前、スタンフォード哲学辞典から、穴についての議論を紹介した時に、視聴者さんから愛の記事も秀逸ですよ、と聞いていて、気になっていたんだよね。愛について扱った哲学書はたくさんあるけれど、今回は、特に20世紀後半の英語圏の哲学での愛についての議論を紹介していくよ。知識ゼロからわかるように解説していくから、最後まで見ていってね。愛といっても、家族に対する愛から、ポルシュを愛するといったように事物に対する愛、野球を愛するのように、習慣に対する愛まで様々あるけれど、ここで扱われているのは特定のパートナーに対する、永続する愛とは何かという問題なんだ。いわゆる恋人や夫婦などの間の愛なんだね。ただこの議論を最初に読んだ時、奇妙な違和感を強く感じたんだよね。この点は、これからの議論を理解する上で大事な点だから少し掘り下げて、説明するね。まず、一つ目に、英米圏ではなんでこんなに愛を理詰めで説明しようとしているんだろうと感じた。正直どの理論も現実の愛が持っている豊かさには一歩足りず、まるで中世の哲学が論理的に神を証明しようとして、その神聖さを剥ぎ取ってしまった結果、マッチ箱の中の神の証明と批判されたように、まるでマッチ箱の中の愛を証明しているように見えた。二つ目に、これはウプ主の主観かもしれないけれど、愛にとって大切なロマンティックな部分が、全く感じられない点だ。正直、ドイツ語、フランス語圏の哲学で展開された、深い愛の考察の持つ、艶っぽさがほとんどないんだよね。また、より直接的な意味では、愛の中での性的な関係の意味合いが、ほとんど掘り下げられていないんだよね。例えば、性格は嫌いだけど、イケメンや美女だから付き合っていて、それを愛だと信じている人は間違っているの？愛は理性ではなく性欲に過ぎない。肉体的に好きイコール愛と思っている人は間違っているの？という疑問が湧く。三つ目に一人の特定の相手に対する、永続する愛以外の愛の形もあるのでは？という点。例えば、不特定多数に対して、自分の気持ちに正直に愛の関係を持つことは本当の愛ではないのか？愛が冷めれば、別の相手に心が移ることもあるのでは？という点を議論せずにこの問いは成り立たないのではと感じた。実際問題、一夫一夫制でない国もあるし、恋愛でも、どうしても気持ちが離れてしまって別れるという選択はあり得るよね。そして、四つ目に、愛の継続に関わる議論をしているのに、心理学的な知見や経済的な観点から、の研究成果を参照せずに、哲学の中だけで議論をしていること。最初はこれらの違和感の原因は、この議論の前提にロマンティックラブイデオロギー、つまり運命の人と出会い、結婚し、子供を育てることこそ正しいという考え方が、暗黙のうちに含まれているのかと思ったんだ。ただ、この愛の記事を読み終えた後、そこで紹介されていた論文を何本か読んで、そういう単純な話ではないことに気がついた。まず、この議論は、愛するという行為の合理的説明の確立を目的にしている。愛するという行為の合理的説明？つまり、なぜ愛するのか、なぜ愛し続けられるのかについて、誰にでも納得できる説明を示すことだね。この議論の目的は、愛とは一人の特定の相手に対する、永続する愛情であるという主張を肯定することではないんだ。もし、愛が一人の特定の相手に対する、永続する愛情であるならば、それはどんな条件で成り立つのか、その条件を明らかにしようとしている議論なんだ。いろんな愛があり得るんだけれど、特定の一人への永続する愛を成立させる場合には、何が必要なのかを問うているんだね。次に、行為の合理的説明が求められるのは、そこに規範性を求めたいからだ。つまり、特定の一人への永続する愛を成立させるために、私たちに求められる倫理的な義務を、明らかにしたいからなんだ。愛の倫理学を成立させるための準備として、愛するという行為の合理的説明を求めている。だから、議論がやたらと理詰めなんだ。そして、なぜ愛の倫理が必要なのかという疑問が湧くけど、これは、共同体の構成単位の家族を生み出す原点である愛にある種の規範性を求めることが、その上部にある共同体、政治の規範性を堅固にするための原点だからなんだ。最近は、日本でも離婚率が高くなってきているけれど、アメリカでは離婚はさらに深刻な問題だ。そして、離婚問題は、社会不安とも大きく直結している。そういった背景のある議論なんだ。なるほど。だから、相手一人の特定の相手に対する、永続する愛とは何かという条件で議論をしているんだね。そして、この議論から、ロマンティックな要素や心理学、経済的観点があえて抜け落ちているのは、この議論が、そういった個人同士の恋愛を超えて、政治哲学の議論と直結しているからという部分も、関係していそうだね。哲学も心理学や経済学のデータは利用するけれど、その哲学的主張の根拠として、これらのデータ自体を利用してしまうと、もはやそれは単なる心理学、経済学になってしまうからね。
あえて哲学の中だけで、議論を完結させているんだと思う。まとめると、愛の哲学の領域は、政治哲学の領域と地続きで、愛の秩序が成り立つ場合に、政治の秩序も成り立つ。もしそういった秩序がないとすると、本能の赴くままの愛が支配する恋愛アナーキズムに陥り、これは政治的アナーキズムにも繋がっている。これが、恋愛の哲学を論じている哲学者たちの背景にある問題意識なんだと思う。そして、この動画が目指すところとしては、ぜひ、皆さんにとっての愛とは何かを考える際のヒントとして、特定の一人に対する永続する愛の議論に登場する一つ一つのアイデアを検討してみてほしいんだ。そのことが、本能の赴くままの恋愛が持つ不安からの解放や、パートナーとの絆を築く上でも役立つよ。ソクラテスは、吟味されない人生は、人間にとって生きるに値しないと言っていたけど、よく吟味されない恋愛もまた愛するに値しないものだと思う。前置きが長くなったけれど、いよいよ愛についての哲学を見ていこう。まず、特定の相手への永続的な愛とはどんな種類の愛なのか、伝統的な愛の概念を説明しながら見ていこう。エロスとはギリシャ神話に由来する目で、ある対象に対する情熱的な欲求、性的な情熱を意味していた。相手を獲得しようという意味で、エロスは自己中心的利己的な愛とも呼ばれる。ただし、だんだんと性的な要素が薄れて、美しいものへの強い憧れとしての愛という意味が強くなってくる。このあたりは、以前の芸術の哲学の動画で詳しく紹介しているので、興味のある方はぜひそちらも見てみてね。次に、アガペイはキリスト教の神が私たちに向ける無償の愛で、それが私たち自身が、兄弟や隣人に向ける、他者への無償の愛という形に発展していく。三つ目のフィリアは、友愛と訳される。友への愛とあるけど、実際は友人以外の家族や同僚、国家への愛、愛国心なども含まれる。フィリアは、相手の良き資質への愛と言われる。エロス、アガペイ、フィリアはそれぞれ異なる意味合いがあったんだけど、エロスから性的な要素が薄れると、美しいものへの愛とフィリアの相手の良き資質への愛はだいぶ近いものになるし、アガペイとフィリアも、他者への愛という点で似通ったものになってくる。だんだんと3つが似てきてしまうんだね。従来の愛の概念だけでは、十分に愛を分析できないから、現代の愛の哲学では、新たな視点から愛を分析していくようになるんだけど、各立場を紹介する前に、その問題領域を見ておこう。まず、愛は、その他の肯定的態度、好きなどとどう違うのか？例えば、好きは、相手を欲望の対象として見るだけで、自分自身の変容を伴わないが、愛は相手自身の幸福を願い、時に自分自身のあり方を変容させるなど、愛という態度が持つ、特有の深さをどう評価するのかという問題だね。そして、次に、愛の正当化はいかに成立するのかという問題がある。なぜ他ならぬ特定のその人が対象なのか、そして、その愛はなぜ永続するのか、という問いだね。いつから愛は始まるのか、気になる問題だね。これらの問題に対して、4つの代表的な立場と、その問題点を紹介していくね。ちょっと難解すぎる用語だなと思ったものは、近い日本語に言い換えていくから、直訳からは離れるけど勘弁してね。まず一つ目は、愛とは、結合であるという立場。愛は、私と愛する人が私たちになることである。私と愛する人の個別の関心事が結合し、二つの異なるアイデンティティが、一つのアイデンティティとして再構成される。出会った頃は、君と僕だったのが、いつの間にか、私たちになってるって感じか。リバタリアニズムの哲学者ロバート・ノージックの主張は、そういう心情的な一体感よりもさらに徹底しているんだ。私たちは、公認のカップルと周囲に認められることを望み、二人だけの共有の幸福の貯蓄を目指し、個々人が担っていた役割を一度統合して、分業を目指す。つまり、私たちという一つの人格、存在になるんだ。親しき中にも礼儀あり。個人のプライベートは？愛の結合論者に対しては、当然反論がある。それが功利主義のピーター・シンガーによるもの。二人の利益を結合させることは、恋人たちの自立性を損なう。自立性は個人の善であり、愛の結合理論は、自立性を損なう悪を含み、愛を悪にする。自立性とは、自分自身で自分の行動規範を決め、行動すること。つまり自由ということだね。そして、愛する人を特別な人として、その自立性を尊重することが愛である。シンガーの考え方の方がいいかな。まあ二人だけの一体感みたいなのも大事だから、バランスよく組み合わせたいね。今回紹介する4つの立場は、どれも他の立場と絶対に両立できないものではないし、実際はそれらをバランスよく備えたものとして、愛を考える必要があると思うよ。ノージックとシンガーについては、それぞれが考案した思考実験の動画を以前投稿しているから、見比べてもらうと両者の立場の違いが理解しやすいと思います。二つ目は、愛とは相手の幸福を願うことという立場。
愛とは、私が愛する人が、私と一緒にいることで、恩恵を受けるよう気遣うことである。しかし、この場合の相手の恩恵とは、あくまでも私が想定したものである。思いやりって相手が、助けを求める前に手を差し伸べることだと思うけど、確かにこちらが多分、相手はこう望んでいるだろうという解釈ではあるよね。そして、相手の幸福を願う立場では、相手の苦痛を自分のものであると感じ、自分も苦痛を感じるよう、私のアイデンティティも変容する。この立場では、自分が、相手の心に感情移入する部分が強いんだね。裏返すとそれがこの立場の弱点でもある。まず、相手の幸福を願い、相手の自立性を奪う危険性はないか、という点。これはあなたのためだからといって、相手の意思を常に自分の考えに従わせる不権主義の危険性が常につきまとうんだ。極端な方向に行くと、結構大変な事態に発展するよね。もしかすると、自分の方が相手よりも相手の状況を冷静に、客観的に判断できているのかもしれないけれど、問題はその自分が最善の判断と考えるものを相手も望んでいるかどうかだよね。そして、もし相手が死んだ場合、相手の幸福追求の過程も停止する。この場合、愛が相手の幸福の持続を願うことだとすると、愛の永続化をどう正当化するのか？死んじゃっているから、愛の目的であった相手の幸福実現に、正当化の根拠は求められないのか。自然に考えると一緒にいた時の思い出とかな。そうだね。そういう過去にあった相手に対する幸福実現を目指した関係が、永続化の根拠になるという回答もあるよ。3番目は、価値あるものとしての愛という立場。愛とは、相手を大切にする特別なモード、状態であると考える立場なんだ。この立場は、相手に価値を見出す過程から、さらに3種類に区分できる。一つは、私が相手を価値あると評価したから、愛した。つまり、素晴らしい人だから愛したというパターン。二つ目は、私が愛した結果、相手を価値ある存在と評価した。つまり、愛したから素晴らしい人だと感じるようになった。そして、3番目はこの2つの中立的な立場だね。微妙、素晴らしい人だから愛した、愛したから素晴らしい人だと感じた。どっちも繰り返しながら、愛情が深まる気もするから、私は3つ目かな。じゃあ1つずつ検討しよう。まず、私が相手を価値あると評価したから、愛したという立場。この立場は、イマヌエル・カントの定言明法の考えに基づいて展開される。うわぁ、出た、難しそう。大丈夫。必要な部分だけちゃんと説明するから。カントは、道徳についての定言明法を考えたことで有名なんだけど、定言明法には2つの定式がある。第一定式汝の意思の確率が、常に同時に普遍的な立法の原理として妥当し得るように行為せよというもの。確率とは、規則のことで、普遍的立法の原理というのは、どんな場合でも、誰もが納得する形でという意味だと捉えてみて。つまり、何かをするときは、それがどんな場合、どんな人でも納得する法則になり得るかを考えて行為せよという意味になる。具体的には、殺すな嘘をつくなというのが有名だけど、この第一定式だけだと、普遍性を持つ規則なら何でも成り立ってしまう。例えば、誰か一人をくじで選んで、その人を生贄にするということは、誰もが納得していたとしても許されないよね。そこで第二定式汝の人格や他の全ての人の人格のうちにある人間性を、いつも同時に目的として扱い、決して単に手段として扱わないように行為せよ。を導入する。短く言うと、相手を手段とせず、目的にとして扱えということだけど、つまり、誰か一人を犠牲にする、手段にするような法則は、普遍的な立法にはならないということだね。ここで、なんで他人をただの手段にしてはいけないのと、疑問に思うだろうけど、その理由は、すべての人に、自立、つまり自らの意思で普遍的な立法を見出す力、自由の力があるから、それはそれだけでかけがえのない尊厳を持つからなんだ。どんな人でもそうなの？カントは、この定言明法に思い至った時に、今まで、知識や教養がないと感じていた人々にも等しく、尊厳があることが実感されて、深く反省し、かつ全ての人に尊敬の念を抱いたと言っているよ。さあこのことから、相手の人格尊厳はそれだけで、他人とは比べることができない、愛の対象であるという主張が導ける。ただ、今、どんな人でも等しく尊厳があるといったように、カント派に立つと全ての人が愛すべき対象になってしまい、なぜ他ならぬその人を愛すのかの正当化ができなくなるという反論が出てくる。カントの立場は人間として素晴らしいけど、特定の誰かを愛すって、その人を特別扱いする部分はどうしてもあるよね。この立場は、私たちが相手に感じる関心や魅力、相手への共感など愛を構成するであろう他の要素を、必要としなくなってしまう。これは通常、人が愛に見出す直感に反するんだ。
ちなみに、直感って根拠に使って良いのという質問をよくコメントでもらうんだけど、直感はその議論を否定する完全な根拠とはならないけど、その議論がどこかおかしいのではないかと、疑う根拠として、哲学ではしばしば意味を持つんだ。普通の人が感じる直感的正しさもあるんだね。もちろん、人間の認識には、限界があるし、錯覚もあるから、弱い根拠だけどね。さあ二つ目は、先ほどのピーター・シンガーによる考え方で、愛とは基本的に最愛の人に価値を与えることであるという立場だ。愛は対象が実際にどのような価値を持っていても、それに重要性を与える。このことは、愛の永続性に根拠を与える。つまり、愛した人が変化してしまったり、愛し始めた当初と変わってしまっても、愛が永続することを説明できるんだね。シンガーは、このような愛とは贈与であると言っている。贈与か。誰を愛するかは自分が決めることなんだね。ただ、だとするとどんな条件が、自分が愛すべき人を決めたものなのかが、この主張だけでは説明できなくなってしまう。ビビビッときたのかな。3番目の立場は、愛は、最愛の人が持っている価値に気づく評価と、それが自分にとって特別な価値を、持つと気づく贈与を共に持つという、今まで紹介した2つの立場を両立させたものだ。これだと、相手にはそもそも価値、人格の尊厳があると評価しつつ、その評価自体が自分にとって特別な価値を持つという、贈与という性格も保持できる。そして、なぜ他ならぬその人が対象なのか、という問いに対しては、それが自分にとって特別な気づきだったからという正当化が可能になる。一方、なぜ愛が永続するのか、という問いに対しては、愛は、贈与であるから、相手の変化によって失われることはないからと答えることができる。両方の問いに同時に答えられるんだね。価値あるものとしての愛の説明としては、一番うまくいきそうな立場だと言えるね。そして、愛を説明する4つ目の理論は、愛とは感情であるという立場だ。感情は、相手を評価したり、相手に何かを感じる同期的反応として捉えられる。そして、愛の感情において、相手への評価はオープンエンド変化可能であり、それが愛の永続性の説明となる。そこに愛の歴史的側面が現れる。感情による相手の評価の変化があるから、喧嘩したり、仲直りしたりということも起きるわけだもんね。まあ永続化の可能性でもあり、人が別れる理由でもありそうだけどね。そうだね。そして、愛は相手に幸福を与える感情だけでなく、時に相手にいたずらをして、一時的な困難を感じている。相手を面白がったり、相手の恥じらいを引き出すことに喜びを感じるという側面も持っている。まあ、愛情があるからか痛くなるみたいな部分はあるだろうね。それが深刻になると、愛の感情は、喜びを伴うこともあれば、憎しみ、怒りを伴うこともある。修羅場だね。現代の英米圏で論じられてきた愛についての4つの理論を取り上げてきたけど、特定の相手に対する永続的な愛の可能性を考えるヒントは色々とあったんじゃないかな？そうだね。どうして特定の相手を愛するのかという正当化と、どのように愛を永続化させるのかについての議論は立場が色々とあって面白いね。最後に、なぜ人を愛するのか、という問いを少し考えていこう。その理由の一つは、誰かを愛することによって、相手という鏡を通した自己認識を促進するためというもの。相手の目を通した時に初めて気づく自分の姿というのはあるよね。次は、お互いを向上させるため。なんだか受験生とか部活カップルみたいだけど、そういう部分はあるよね。そして、愛による幸福感はストレスや血圧を下げ、健康と長寿につながるというもの。まっとうだね。そしてこれは、お互いを向上させるに似ているけど、ある意味、愛の本質の一つかなと思える愛とはお互いの良さを引き出すためにあるというもの。そういう愛が理想だよね。今回は、特定の相手に対する愛の正当化と永続化を説明する理論を色々と説明してきたけど、これらを組み合わせて、皆さんが、愛とは何かを考えるきっかけになったら嬉しいよ。愛については、ウプ主の元々の専門であるキルケゴールやニーチェ、ヤスパースなどの実存思想の分野でも、私たち一人一人が、一度限りの存在であるという実存の立場から見た時に初めて見えてくる事柄もたくさんあるので、今後、改めて取り上げてみたいと思っています。英米圏とはまた違った愛についての哲学があるもんね。楽しみにしているよ。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。